こんにちは、はるです。今回はスマホ用ビーズバッグガマ口バージョンの作り方をご紹介します。こういうガマ口って布や毛糸と組み合わせることが多いんですけど、ビーズと組み合わせたバッグをインスタで見つけてぜひ作ってみたいと思い、今回チャレンジしてみました。早速作り方を見ていきましょう。まずは材料です。ラウンド型パールビーズ 8mm、 ここでは線11個使用しています。ガマ口用フレーム1個、今回はチェーンが付けられる穴がついているものを使用します。これらはパンダホールさんからご提供いただきました。品番やショップへのリンクは概要欄に記載してあります。このフレームの大きさはこのように広げた状態で 6.8×11.2 センチです。穴は両サイドで30個ずつ開いています。この穴の数はできれば奇数の方がいいです。理由は後で説明しますね。テグス8号以上のもの約30メートル、2メートルずつにカットして使用します。ナスカン付きバッグ用ストラップ120センチを1本。まず手順ですが、最初の3段は片側ずつ作っていきます。4段目で両サイドをつなげて1周ずつ作っていくことになります。まず2メートルのテグスを一番端の穴に通して、テグスの中央がこの穴に来るようにしてください。そしてフレームの裏から出ているテグスを2つ先の穴に通して表に出します。下の方のテグスにビーズを2つ通して新たなビーズ1つでテグスを交差させます。左のテグスを先ほどテグスを出した穴に通します。次もまた裏から2つ先の穴にテグスを通します。右のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。
左のテグスを先ほどテグスを出した穴に通します。このような要領で端まで作っていきます。今一番端の少し手前まで作ってきたんですけど、ここで2つ先の穴にテグスを通してしまうと一番端の穴が1つ余ってしまうんですね。なのでここだけは3つ先の一番端の穴にテグスを通します。フレームの穴の数が奇数がいいと言ったのはそういうことだったんです。そして今表に出したテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つでテグスを交差させます。これで片側の1段目が出来上がりました。2段目です。左のテグスにビーズを2つ通して新たなビーズ1つで交差します。右のテグスで隣のビーズを1つ拾って左のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。これを繰り返していきます。
最後は右のテグスで隣のビーズを拾って、さらにそのテグスにビーズを1つ通して、新たなビーズ1つで交差します。これで2段目ができました。3段目です。右のテグスにビーズを2つ通して、新たなビーズ1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、右のテグスにビーズを1つ通して、新たなビーズ1つで交差します。これを繰り返していきます。最後は左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、右のテグスにビーズを2つ通して、今左のテグスが出ているこのビーズに通します。テグスを処理します。テグスの流れに沿ってビーズいくつかに通していきます。これでフレームの片側3段目まで出来上がりました。これと全く同じ作り方でもう片方も作ります。4段目はこのビーズから作り始めます。
テグスをこのビーズに通して右のテグスにビーズを2つ通して新たなビーズ1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを拾って右のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。これをフレームの継ぎ目のところまで繰り返していきます。ここまでできたら反対側とつなぎます。左右のテグスにビーズを1つずつ通します。そして新たなビーズ1つで交差します。そうしたら左のテグスでこのビーズを拾います。右のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。あとはまた先ほどと同じように継ぎ目のところまで作っていきます。最後は左のテグスにビーズを1つ通してこのビーズを拾います。そして新たなビーズ1つで交差します。これで両サイドがつながりました。あとは1周ずつ作っていくだけです。5段目を作ります。右のテグスにビーズを2つ通して新たなビーズ1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って
右のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。これを繰り返していきます。途中でテグスが短くなって作業しにくくなってきます。だいたい15センチより短くなったら一旦テグスを処理します。まず左のテグスで隣のビーズを1つ拾います。右のテグスにビーズを2つ通して今左のテグスが出ているビーズに通します。あとは先ほどと同じようにテグスの流れに沿ってビーズいくつかに通していきます。このビーズに新たなテグスを通して続きを作っていきます。最後は左のテグスで隣のビーズとさらにその右上のビーズを拾って新たなビーズ1つで交差します。このような要領で全部で16段作ります。16段目まで作るとこうなります。ちょっとボコボコになってしまいました。今回テグスは10号を使ってみたのですが、ちょっと硬すぎて癖がついてしまいましたね。皆さんが作るときは8号ぐらいがいいと思います。
それではバッグの底を作っていきます。まず継ぎ目のへこみを中心にして上下2段を底の縦の辺にします。そして横は10段にします。角になるビーズはこれですので、これを下までたどっていきます。そうするとこれにたどり着きますので、これが縦の辺の角になります。その隣のビーズが横の辺の角になりますので、そこまでテグスを移動させます。この時まだテグスの長さに余裕があるのでこのようにしますが、テグスが短くなっている場合は一旦テグスを処理してください。新たなテグスを横の角になるビーズに通してください。そしたら右のテグスで縦の角になるビーズを拾います。左のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。次は右のテグスで隣のビーズを1つ拾って左のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。これをあと2回繰り返します。次は右のテグスで隣のビーズを2つ拾います。そして新たなビーズ1つで交差します。これで1段目ができました。このように向きを変えて2段目を作ります。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って
さらにそのテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。またこのように向きを変えます。今度は左のテグスで隣のビーズを1つ拾います。右のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。これをあと2回繰り返します。次は左のテグスで隣のビーズとさらにその右上のビーズを拾います。そして新たなビーズ1つで交差します。これで2段目ができました。このように向きを変えて3段目を作ります。左のテグスで隣のビーズを1つ拾ってさらにそのテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。またこのように向きを変えます。右のテグスで隣のビーズを1つ拾って左のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。これをあと2回繰り返します。次は右のテグスで隣のビーズとさらにその左上のビーズを1つ拾います。そして新たなビーズ1つで交差します。このような要領で底を作っていきます。途中テグスが短くなってしまった時は一旦処理して新たなテグスで作り始めてくださいね。9段目まで出来上がりました。10段目を作ります。まず右のテグスで隣のビーズとさらにその左上にあるビーズを拾います。そして新たなビーズ1つで交差します。
このような向きにして左右のテグスで隣のビーズをそれぞれ一つずつ拾います。そして新たなビーズ一つで交差します。これをあと2回繰り返します。そうしたら右のテグスで隣のビーズとさらにその左上のビーズとその下のビーズを拾います。左のテグスで隣のビーズを拾ったらテグスを処理します。これで本体が出来上がりました。フレームにチェーンを取り付けます。これでスマホ用ビーズバッグガマ口バージョンの完成です。どうでしょう、なかなかエレガントなバッグが出来上がったんじゃないでしょうか。バッグの口が広いのでスマホだけじゃなくハンカチや財布などいろいろ入りそうですよね。こんな風にカジュアルなファッションにも合わせやすいんですが、フォーマルなシーンにも使えるんじゃないかなと思います。こちらは黒のビーズで作ってみました。大人っぽくてかっこいいですよね。もし適当なガマ口フレームが手に入りましたら、ぜひ作ってみてくださいね。最後に嬉しいお知らせです。この度パンダホールさんから商品をさらにお買い得に購入できるクーポンをいただきました。クーポンコードはこちら。概要欄にも記載しておきますので、ぜひご利用ください。